美味しいものがありゃどこまでも飯旅 Season 6今回の飯旅は北海道滝川界隈発見。それでは早速 Let's get it started 1 Yechiyo Sushi目的のお店が臨時休業チーンで偶然見つけ急遽お邪魔した赤ビラの八千代寿司さん。まあローカルでありがちな気まぐれ営業には慣れっこだけどちょっと痛かったね。そうなの。ここは行き当たりばったりで入ってみたけれどお寿司屋さんとは思えぬごちゃごちゃした店内にやや不安になる私がファミリーから働くお父さんで次々お客さんが入りあっという間に満席になったのでちょっと安心。すごい人気のお店でしたね。駐車場すぐいっぱいになってたよ。期待に胸を膨らませてドジャース戦を見ながら待つこと10分。今日のランチはこれ。お寿司5貫にサラダ、そして細麺あっさりの貝出しラーメンがついて1100円。どう？安いでしょ。なかなかないよね、ラーメンと寿司のセットって。しかもそれが買い出しとは嬉しい。シャリのサイズもちょうどよくイカ刺し風にカットして海苔で巻いたお寿司は斬新。ネタも新鮮だったな。これはいいランチ。おー、赤ビラ結構安うまあるね。ね2 Gelato Rainbow Makerなんと野菜のジェラートがいただけるジェラテリアがあるっていうじゃないってことでジェラートレインボーメーカーさん。野菜ソムリエのプロが地元北海道の新鮮なミルクや旬のフルーツをベースにしたナチュラルなジェラートを作る新進気鋭のジェラート専門店。今回はダブルをそれぞれ注文。私はアスパラ&夕張メロン。おいちゃんは桃とシークワーサー。めっちゃアスパラがアスパラでびっくり。当たり前だけど想像以上にアスパラね、マヨネーズつけて食べたくなったよ。いやまさかよ。桃はねっとりとした本格的なジェラート。濃厚な甘みが美味しいね。シークワーサーはすっきりさっぱりでこれは夏にぴったりのフレーバーだ。グラニータも美味しかった。でもあとどこにいたの？急にいなくなって。あ、裏にいたのトマトンがウケた。ジャガーも3 Qinglaiこれまた映画のロケ地になりそうな昭和感たっぷりの街並みに佇む老舗陳来さん。黄色いヘルメットに入ったラーメンがあるっていう噂を聞きつけてね、他人事の気がせず参上。本当にヘルメットがラーメン丼なの？不安定じゃない？ね、店内はヘルメットラーメンを求めるおっさんたちで大にぎわい。そしてこれだ。ガチの工事用ヘルメットではなかったけれど丼が黄色いだけ？そうとも言う。昔ながらのノスタルジックですっきりさっぱりした醤油ラーメンの上に揚げたてサクサクのとんかつが乗っかったパワフルなラーメン。本当にヘルメットだったら面白いのにね。4 Aroi Shokudo 滝川のスーパー生鮮卸市場内にある葵食堂さん。視聴者のさんからタレコミいただいてやってまいりました。店名にクエスチョンびっくりマーク。これインテロバングっていうんだけど、これはどうしてなのかな。おばちゃんに聞いたんだけど結局わかりませんでした。謎です。謎。しかも蕎麦屋のお店にだからね、謎は深まるばかりなり。朝9時半からやってるフードコートシステムのスタイルでモーニングはコーヒー無料なのがありがたい。しかもほろかないそばを使った切り出し鴨せいろが880円とは破格。鴨せいろ880円は安いね。切り出しの端っこの細かいお肉でも鴨は鴨。そうかも。うまみと脂がしっかり溶け込んで喉越しのいいお蕎麦との相性は抜群でしたぞ。かもね。こりゃ便利な蕎麦屋さんだ。っていうか何インテル入ってるだけ？インテロバング。インテロバングは主に英語の表記に使われる訳物の一つで、疑問符と簡単符を重ねた文字のことで、これは両方の意味を兼ね備え、簡単、強調、驚愕、大声などを重ね表すもので、1962年米国広告代理店経営者マーチン・K・スペクターが考案したものなんです。誰？ 5
Today's katsu curry. Curry House Molly. はい、今日のカツカレーはまたまたこの界隈のカレーではおなじみのカレーハウス森さん。はい、今回はあとレーンマさんからカレーハウス森は唐揚げカレーですというタレコミをいただき参上。今回別件が臨時休業のため夕食難民になった私も急遽便乗。はい、これが唐揚げカレー。ジューシーで香ばしい唐揚げが3個乗っかり、その上からスパイスの効いたカレーがたっぷりと一心同体で登場。これは確かにうまいね。私はみんなが食べてるチーズカレーはどんなんってことでチーズカレーを。これがまたスパイシーなカレーにチーズが加わることによって絶妙なコクで美味しゅうございました。美味しいよね、森さん。でしょう。日ハムファンの常連さんたちと会話も楽しかったしね。そうそう、ついつい隣のテーブルの会話に入っていってしまうというね。もう悪い癖ね。でも楽しく受け入れてくれてよかったじゃん。まあね、人生のベテランあるあるの今日の先発誰だっけ、福って思い出せないでいたみたいだったからね。そうそう。思わず福島蓮ですっつってね。ああ、そうそう。ありがとうっつってね。You are welcome, sir. 6. Set Meal Mona. 続きまして、香り島抜きさん、ゆうぴょんくさん、ちゃんふくさんからおすすめのセットミールモナさんにやっとこさ来れました。はい、惜しまれつつ閉店してしまった滝川伝説の爆盛り店マリンの跡地にオープンし、その爆盛り遺伝子を継承して大繁盛しているお店。爆盛りメニューは以前のマリン時代とは打って変わってかなりの高額メニューになっていたようですが、そもそも爆盛りは無理なメシタビーズ。はい、看板リードオフメニューの唐揚げ定食と限定の大人様ランチをチョイス。大人様ランチはふわとろオムライスにジューシーなハンバーグ、タコさんウインナーにナポリタン、さらに大きなエビフライが2本もついて嬉しいワンディッシュ。要するにお子様ランチの大人版ってやつだね。そうだね。唐揚げは大ぶりの5個が優しくもしっかり胃袋をわしづかみにする味付けで大満足。サラダもフレッシュレタスってのが嬉しいね。ドレッシングもさっぱり美味しい。これ梅しそかな。そういうものも大好物ばかりのちゃんとね。この唐揚げはかなり美味しいと思う。だよね。北海道残儀選手権出場クラスの美味しさかと思いましたとさ。ごっちゃした。 7. Panettone. 視聴者のひろし佐藤さんからタレコミをいただいた人気ベーカリーパネトーネさん。はい、前回の滝川界隈の動画にコメントいただきましてね、参上。前日お昼頃に来たらパン完売でチーンなったんで、翌朝リベンジオープン一番乗りでございますね。すごい人気のようですね。今回は控えめにクロワッサンにスコーン、くるみとオレンジってのを購入。はい、まずはジャブ的に様子見ってやつかな。はい、クロワッサンはまるでサクサクのパイのような極上の食感。表面の甘い仕上げは好みが分かれるかもだけど、小麦の香りが立っていてこれはこれですごく好き、ね、珍しいよね。甘いコーティングがされてましたね。大人気の納得のクオリティ。惣菜パンが美味しそうだったよ。スコーンがちょっと変わった食感だったな。パンよりのスコーンって感じ。スコーンしね。Gyutan Tanbo. こちらは通るたびにずっと気になっていた牛タン探訪さんね。昔すすきのにあった屋号だったので来ようと思っちょりました。どうやらすすきのの名店ののれんを継ぐ独立された方ののれん分け店のようでございます。すすきのの本家はなき今、その伝統の味を滝川で守り続けているお店ってわけね。そのようなんです。ミスタービーズは牛タン大好物なんでね。安うまい牛タン屋さんはレパートリーに絶対欲しいのでね。そんな中、豚肉との抱き合わせのミックス定食でなんとか1000円台に抑えて提供してくれるメニューに感謝。肉厚の牛タンはジューシーで美味しかった。あえて少し冷まして食べてみたんだけど柔らかくってうまかったよ。牛だけどね。
そういいな。今度私も食べに行こう。ね、これなら豚食ってる場合じゃないよ。次回は贅沢に牛タン定食だ。イエーイ。しかし牛タンもかなり高くなっちゃってて、なかなか足が向かなくなってしまった昨今、皆様はいかがお過ごしでしょうかね、牛が高すぎちゃってお店辞めちゃうお店も多いよね。そうなんだ。牛タンを腹いっぱい食える時代になんとかならんもんかね。ねえ、でそんなに量はいらないの。そうだった。うまいのが 4,5 枚食えりゃ十分だね。ね、安馬牛タンの情報お待ちしております。次回のメシとビはガチでまた食べたい。Rumoi Mashika Kaiwai Des. お楽しみに。See you soon. 飯旅ではいろんな地域の動画を公開しています。飯旅地名で YouTube 検索して気になる地域の動画を動画ご覧ください。よろしくしなくと。お寿司ご飯にお寿司にご飯ついてんのかお前。すげえ店だな。米好きだからな。私はアスパル&夕張メロン。アスパル昔ながらのノスタルジック。ノスタルジック。これは両方の意味を兼ね重ねこのやつなんだぜ。なんだ、本当にヘルメだったら面白いのにね。